源氏物語イラスト役の愛です。この動画は大学受験のための古文速読トレーニングです。イラスト訳本編では原文の後に現代語訳が流れます。その後浮き出るイラスト訳で状況をイメージし、古文目線を鍛えていきましょう。イラスト訳はどこからでも見られます。また後半では文法や知識についても解説していますので、最後まで見ていってくださいね。それではイラスト訳本編のスタートです。第3条うつせみの第16話です。光源氏は人妻のうつせみと一夜を共にします。しかし彼女はそれ以降彼の求愛を拒み続けます。源氏は弟の小君を使って再度木の神邸に忍び込みますが、うつせみはその気配を察して寝床から抜け出します。源氏は一人残って寝ていた野木場の荻と仕方なくちぎりを交わします。ことを終えて小君と退出しようとしたとき、老女房と鉢合わせになりました。ではこの後の展開いってみましょう。民部のおもとなんめり。下衆はあらぬ、おもとの武田ちかな、という。竹高き人の常に笑わるるを言うなりけり。老人、これを連ねて歩きけると思いて。今、ただいま、立ち並び、たまいなん、という。我も、このとより、いでく。わびしければ、はた、押し返さで。渡殿の口に、買いそいて、隠れ立ち、たまえれば。この、おもと、差し降りて。おもっとは、今宵は、上にや、侍たまいつる。おとといより、腹をやみて。糸割りなければ、下に、はべりつるを。人少ななり、とて、飯しかば。昨夜、もうのぼりしかど。なお、たうまじくなん、と、うれう。いらえも、きかで。あな、はらばら、今、聞こえん、とて、すぎぬるに。かろうして、いでたもう。
お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回、おもっとという古語が出てきましたが、いろんな意味で使われていましたね。ちょっと整理してみましょう。まず、一番最初に出てきたこのおもっとは、女房の民部のことでしたね。この女房はとても背が高かったようで、光源氏のシルエットを見た老女房が彼女と勘違いしたようでした。この場合のおもっとは、女房名につける敬称で、何々様くらいの意味でしょう。次のこのおもっととは誰のことでしょう。差し降りてという述語につながっていますね。ずいっと近寄ってきたのだから、今話をしている老女房のことでしょう。つまり、このおもっとは、女房に対して親しみを込めて言うご婦人くらいの意味でしょう。さらに、その老女房のセリフの中にもおもっとが出てきました。や、つるで、何々したのですかと疑問のかかり結びになっていますね。また、会話文の中で、たまいという尊敬語が出てきたので、主語はあなたですよね。老女房は小君と民部のどちらにあなたと呼びかけたのでしょうか。サブラウという謙譲語も用いられています。お控えするのは女房ですから、民部のおもとに呼びかけたのだと捉えるのが妥当でしょう。このようにおもとには、女房に対してあなたと呼びかける認証代名詞の用法もあります。また他にも貴人の場所を表す御座所などの意味もあります。こういう多義語はどんな場面で出てくるかも含めて覚えておくといいでしょう。今回のおもっとは基本的に女房に対して用いられることが多いようですね。さあ、今回も第3条うつせみからのイラスト役でした。第1条起立簿からここまでの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきました。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけた